プリモホイールが欲しいんだけど、どれを買おうか迷っている。調べてみるとめちゃくちゃたくさんあって、結局どれがコスパがいいのかよくわからない。本日はそんなお悩みの方に向けて、私が考える予算20万円以内のコスパのいいカーボンホイールを4つランキング形式でご紹介します。そして動画の最後にはコスパ表で横並び比較して、どのモデルがどんな人におすすめなのか紹介していきたいと思います。ぜひとも最後までご覧ください。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。今回は皆さんがカーボンホイールを検討する上で一番多く考えるであろうリムハイトは 50mm、重量は前後セットで 1500g 以下という軽量かつ予算が20万以内という条件に絞って紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。ではまずは第4位です。第4位はハントの 50UD カーボンスポークホイールセットです。リムハイトは前後とも 50mm、重量はなんと 1358g とディープリムながらめちゃくちゃ軽量です。リムは東レの T700 と T800 カーボンを使用しています。そしてスポークはなんとカーボン製。普通はステンレスとかアルミを使うところが多いと思うんですけど、こちらのハントはなんとスポークまでカーボンを使っちゃってます。そしてハブは2種類あり、標準のベアリングは日本のエゾー製のスチールベアリングが採用されています。ですがオプションでなんとセラミックスピードのセラミックベアリングに交換することも可能です。価格はエゾー製ベアリングのモデルで定価19万3189円。ただしセラミックスピードのベアリングに変えると24万2372円と5万円ほど値上がりします。これだけ聞いてもね、なんかすごそうとは思うものの、ハントがいかにコスパがいいか正直分かりづらいですよね。そこで今回はカーボンディープリムホイールといえばこれって言われるほどの同定番ホイール、カンパニョーロボーラ1と比較していきましょう。ボーラ1のスペックはこのようになっています。リムハイトは前後同じ 50mm、重量は前後セットで 1485g、スポークはステンレスが採用されています。そしてハブは純正でウルトラスムースベアリングというセラミックベアリングが採用されています。そしてボーラ1の価格は定価でだいたい31万円。さすがに高いですね。ただしボーラ1の場合は定価は31万円もするんですけど、海外通販を使うことでかなり安く買うことができます。この動画を撮っている現在、例えばプロバイキットで購入すれば18万5000円とかで購入することも可能です。はい、それではここで先ほどのハントのスペックとボーラ1をスペック表で比較してみましょう。スペック表はこのようになりました。リムハイトは 50mm の同じ前提です。重量はこちら。ハントの方がボーラ1よりも 127g も軽くなっています。スポークはハントがカーボンスポークとなりますので、こういうところが軽量化につながっているんじゃないかなと思います。そしてハブについてはボーラ1の場合は純正でセラミックベアリングになりますが、ハントの場合は基本はスチールベアリングとなります。ただしオプションでセラミックを選ぶことも可能です。そして価格は定価同士で比較するとハントのスチールモデルならボーラ1よりも13万円ほど安いです。ただしボーラ1は海外通販だったら18万5000円とかで買えるので、これと比較するとハントよりボーラ1の方が8000円ほど安く買えることになりますね。ただこの8000円の価格差で重量が 127g も軽量化できるんだったら、僕だったら間違いなく8000円出してでも軽い方を選びたくなりますね。ホイールの軽量化ってね、思っている以上に加速性能にめちゃめちゃ効いてくるんですよ。前回こちらの動画でも話した通り、たった 127g とはいえフレームを 127g 軽量化するのと、回転物でなおかつ径の大きなホイールを 127g 軽くするのとではわけが違います。この 127g の軽量化はめちゃくちゃでかいので、僕はこの差に8000円は全然払える額だと思うんですよね。はい、以上がボーラ1よりコスパのいいホイール、第4位はハントホイールでした。この後はまだまだこれからどんどんコスパのいいホイールを紹介していきたいと思います。はい、続いて第3位です。第3位は TNI のドラゴン 50TU です。コスパのいいパーツとして幅広く人気の TNI です。こちらスペックを見ていきましょう。リムハイトは前後とも 50mm、重量は 1385g、ハブは TNI 専用設計のハブ、ベアリングの材質は分かりませんでした。スポークはサピームの CX レイというおなじみのステンレススポークとなっています。そしてこちらのモデルはチューブラーモデルのみとなります。このスペックで価格はなんと15万9500円。めちゃめちゃやばくないですか？しかもホイールバッグ付き。さらにすごいのが Amazon で買えばもっと安く買うことができます。現在 Amazon では12万9800円で販売されています。異次元の安さですね。ではここで先ほどのスペック表でボーラ1と比較していきましょう。リムハイトは同じ 50mm です。重量はこちら。ボーラ1よりも TNI の方が 73g も軽いです。スポークは両者同じステンレスですね。
ハブはボーラ1はセラミックでしたが TNI は分かりませんでした。価格はこちら。 TNI は Amazon で購入すればボーラ1の海外通販価格よりも5万5千円も安く買うことができます。20万円の予算で考えていたのにここまで安くなっちゃったらめちゃめちゃありがたいですね。さすがにここまで安くなってくるとハントのカーボンスポークとかセラミックベアリングもちょっと霞んで見えちゃいます。ただ1点、人によってはデメリットがあります。それはチューブラーモデル限定ってことですね。先ほど紹介してきたハントやボーラ1はクリンチャーでした。しかし TNI ドラゴンはチューブラーモデルとなります。チューブラーは出先でパンクした時にタイヤ交換がちょっと手間だったり、パンクでタイヤ交換するときはタイヤを丸ごと交換したくなるので、クリンチャーよりもパンクした時の交換費用がかかるっていう特徴はあります。でもそれを知った上でチューブラーが欲しかった人にはむしろメリットなんじゃないかなと思います。レース用とか決戦用とかそういうところにはいいかもしれませんね。はい、第3位は TNI のドラゴン50でした。続いて第2位の紹介です。第2位はルンのハイパー 50mm です。来ました。コスパ最強ブランドですね。ルンっていうのはウィンスペースっていう最近話題のロードバイクメーカーが手掛けるホイールブランドです。フレームだけじゃなくてホイールも実はコスパめちゃくちゃいいんですよね。スペックを見ていきましょう。リムハイトは前後 50mm、重量は前後セットで 1349g、ハブは純正でセラミックベアリングを使っています。しかもスポークはカーボンを採用されています。にもかかわらず価格がなんと17万3800円。めちゃくちゃやばくないですか？どうやばいのかこちらもスペック表で比較していきましょう。重量はこちらボーラ1から 109g も軽くなっています。後ほど全てのホイールを比較しますが、実はこの重量先ほど紹介したハントや TNI よりも一番軽いんですよね。ボーラ1ではステンレスだったスポークもルンハイパーはカーボンになります。ハブベアリングは純正でセラミック、逆にスチールは選べません。にもかかわらず価格がこちら。これだけのスペックでありながらボーラ1よりも 11,200 円も安いです。いやー、これはなかなかのコスパですね。僕はね、このホイール実は今年の4月の名古屋のサイクルスポーツデイズで実際試乗させていただいたんですよ。ですがめちゃくちゃフィーリング良かったんですね。ホイール自体はどちらかというと固めの乗り心地で、ペダルを踏んだ瞬間ダイレクトにスッと前に出る感じがしました。その時は確かグランプリ5000のチューブレスタイヤと合わせてて、タイヤは柔らかめだったという印象でした。ホイールは硬くてタイヤは柔らかいっていう組み合わせは個人的にはめちゃくちゃ大好きです。そしてホイール自体が軽いのとベアリングがセラミックっていうのもあって出だしの加速がめちゃくちゃ速いんですね。いやもうこれ絶対売れるやんと思いました。スペック高くて乗り心地がキビキビしてて、なおかつ安い。20万円の予算の中でとにかくスペックの高いホイールが欲しい人、ルンハイパー非常におすすめです。はい、以上が第2位のルンハイパーの紹介でした。それでは栄えある第1位の紹介に行きましょう。その前にちょっと10秒ください。このチャンネルではこのようにロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法、チャンネル登録いただくとセール情報の投稿の通知をタイムリーに知ることができます。もしよかったらチャンネル登録いただいて他の動画も参考にしていただけるとめっちゃ嬉しいです。それではお待たせしました。第1位の紹介です。第1位はアッセントのゼニスエリートです。堂々の1位はシンガポールの新生メーカーアッセントのカーボンホイールになります。知らない人も多いかもしれませんが、まずはスペックを見ていきましょう。リムハイトは前後 50mm、重量は前後セットで 1380g、スポークは安定のサピムの CX レイステンレススポーク、ハブは4種類から選ぶことができます。一番スタンダードなグレードがハブスミス、そして残りの3種類は DT スイスの350、240、180から選ぶことができます。ここまで聞くとね、確かにめちゃくちゃ軽くてスペックも悪くないんだけど、あれルンハイパーのがスペック良くないと思われたかもしれません。すごいのが価格です。価格は上から順番に1399シンガポールドル、そして DT スイスのハブの場合は1599、1999、2399とグレードが上がるにつれて価格も上がっていきます。正直シンガポールドルで言われてもピンとこないと思うので、この動画を撮影している現在のレートで日本円に換算してみました。ただ実際購入するときはクレジットカード会社のレートになるかと思いますので、参考程度に聞いていただけるとありがたいです。日本円にするとこんな感じになります。注目してほしいのはこちら。一番スタンダードなハブスミスのハブです。なんと11万8000円ぐらいで買えちゃうんですよね。いや、冷静に考えてカーボンディープリムホイールで 1300g 台の軽量ホイールが12万円下回ってるってやばくないですか？もちろん UCI にも認定されているホイールとなります。スペック表で比較していきましょう。重量はこちら。ボーラ1よりも 78g 軽くなっています。スポークはボーラ1と同じくステンレススポーク。
ハブはスチールベアリングにはなるので、ここはボーラ1には劣ります。ですが圧倒的だと感じたのが価格ですね。11万8674円と今回紹介した中で最安となっています。ボーラ1から7万円近く安く買えるんですね。この浮いた7万円でパワーメーターとか軽量シューズとかカーボンハンドルとか他のパーツをアップグレードした方がトータルだと速くなるんじゃねと思っちゃいますよね。ただアッセントの場合、本体代金は安いものの送料がプラスでかかります。送料は220シンガポールドル、つまりだいたい1万8000円ぐらい送料がかかります。なんだじゃあ TNI の方がいいじゃんって思われたかもしれません。ですが今回この動画を見ていただいている方に限り送料がなんと無料になるクーポンコードがあります。COSPA というクーポンコードを購入画面のところに入れていただくだけでこの220ドルはなんと無料になっちゃいます。もし買いたいなと思った方は絶対に忘れずに入れてください。入れるだけで2万円近くお得になります。軽くてめちゃくちゃ安くてクリンチャーも対応している。それは分かった。でもそもそもアッセントって誰？ DT スイスのハブは聞いたことあるけど、スタンダードグレードのハブスミスってどうなんと思っている方もいらっしゃるかもしれません。今回その部分にお答えしたいと思います。まずアッセントを知らない人にどんなブランドか簡単に説明すると、アッセントはシンガポールのロードバイクメーカーになります。2018年に創業したばかりのシンガポールの新興メーカーですね。アッセントは今回紹介したホイールに限らずロードバイクやミニベロも販売しています。今回の動画では内容からそれちゃうので詳しくは説明しませんが、とにかくどのモデルも他にはない斬新でミニマルなデザインのモデルが多いです。個人的にはこの右のミニベロは見た目だけでポチりそうになりました。気になる方は概要欄にアッセントのインスタのリンクを載せておきますので、興味あれば見てみてください。そしてカタログ上いいのは分かったけど、実際一番安いハブスミスのハブってどうなんて思われた方もいるかもしれません。そこで今回は私の方からアッセントさんにお願いしてレビュー用のサンプルを送っていただきました。そして届いたものがこちらになります。今回送っていただいたのは一番安いハブスミスのハブのモデルです。ハブスミスって初めて聞く方もいるかもしれませんが、ブロンプトンっていうミニベロとかのホイールにはよく採用されているハブメーカーみたいですね。そのハブスミスのロードバイク用のハブの性能がどうなのか、まずは回転の滑らかさを僕が今まで使っていたマビックのコスミックプロカーボン UST ホイールと比較してみましょう。ただマビックのホイールはもう5000キロぐらい走ってるので多少劣化もあるのと、新品のホイールとの比較になるので参考程度に見ていただければ幸いです。まずはベアリングの回転性能を見るためにフロントホイール同士で比較しています。左がマビックのコスミックプロカーボンで、右がゼニスホイールとなります。しばらくするとマビックがもう回転が落ちてきましたね。ただハブスミスのハブを採用したゼニスホイールはまだまだ全然回転は落ちてません。めちゃめちゃ回り続けますね。ただね、マビックのハブってちょっと回転抵抗が渋いっていうところもあるので、今回ね第4位で紹介したハントの UD50 を知り合いの方は持っていたので比較させていただきました。それがこちらの結果になります。さすがにハントのセラミックベアリングの方が多少よく回ったものの、それほど大きな差ではないのかなと感じましたね。ただ実際これは手で回してみただけなので、実際には負荷を入れた状態だともっと変わってくるのかもしれませんが、こんなもんなんだなっていうのは参考になるかと思います。ハブスミスのハブベアリングは日本のエゾーというメーカーのボールベアリングを採用しているみたいで、このベアリングがなかなか優秀なんじゃないかなと思いました。ちなみに第4位で紹介したハントのスタンダードハブもエゾー製のベアリングでしたね。それにしてもよく回ります。そしてラチェット音も比較してみましょう。まずはマビックから。フリーボディにはマビック純正ミネラルオイルを定期的に挿してるっていうのもあって結構静かですね。悪くはないんですけど、個人的にはカンパとか DT スイスみたいな爆音ラチェットにちょっと憧れがあります。では次にハントのセラミックスピードのモデルです。結構いい音がしますね。マビックよりは明らかに大きな音がします。はい。そして最後にハブスミスです。どうですか？やばくないですか？超爆音です。
体感ではカンパのボーラー1のハブと同じぐらいの音圧を感じました。ただ音はカンパよりちょっと甲高い音に聞こえます。個人的には DT スイスみたいな爆音ラチェットが前からずっと欲しかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。爆音だと何がいいかっていうと、前走ってる人にベルをそんなに鳴らさなくても自分の位置をやんわり伝えることができるんですよね。もちろんこれがあればベル外せるってわけではないですけどね。そして実際に200キロほど試乗してみました。実際走った感じとしてはマビックから比べて明らかに走りが良くなりましたね。3つ良くなったところがありました。1つ目は明らかに漕ぎ出しや加速が速くなりました。マビックのコスミックプロカーボンの重量は前後で 1650g で、ゼニスは 1380g なので 270g も軽くなってるんですよね。もうこんだけ違うと全然違いますね。2つ目は巡航速度が控えめにいっても4キロぐらい上がりました。いつも僕はだいたい32キロぐらいで巡航してるんですけど、ゼニスホイールに変えたらいつもと同じ感じで走ってるのになんかめっちゃ速いんですよね。これは先ほどの 270g の軽量化っていうところと、ベアリングの回転抵抗が減ったこと、リムハイトが 40mm から 50mm に変わったので空気抵抗が減ったことが原因だと思われます。このね、巡航速度4キロ上がるって数字だけ見ると小さく見えるかもしれませんが、めちゃくちゃ体感変わりますよ。いつもだと40キロぐらいでこんなもんかって感じなんですけど、その感覚がちょっと違うんですよね。いつもよりもっと走っていたくなってプラス20キロとか今日は走っちゃおうみたいな、そういう感覚になったんですよ。それに走り終わった後の疲れ度合いが同じぐらいだったんですね。ホイールを変えただけですごく速く走れるようになったし、非常に楽に走れるようになりました。ホイールを変えることによって速く走れるとか楽に走れるって頭では分かってましたが、実際乗ってみるとものすごく変化を感じました。はい、以上が第1位のゼニスホイールの紹介でした。では最後にまとめとして今回の動画を先ほど紹介した比較表でおさらいしていきましょう。第4位はハントの UD50、ボーラ1とかエンビーとかジップとかブランドにはこだわらない。それよりもカーボンスポークとかセラミックスピードのハブとかスペック的にこだわりたい人、中でもセラミックスピードのベアリングが欲しい人はハント一択です。第3位は TNI のドラゴン50。ホイールは消耗品。海外通販もいいけどサクッと Amazon で手軽に決戦ホイールを手に入れたい。とにかく軽くて安いチューブラーホイールが欲しい人におすすめです。第2位のルンハイパー。とにかくスペックの高いモデルが欲しい。セラミックスピードまでとは言わないけどセラミックベアリングはマストで欲しい。純正でセラミックベアリングがついていながらハントのスチールベアリングよりもなぜか安い。しかも今回紹介したホイールの中で最も軽いホイールです。もはやコスパだけで選ぶならハントよりもルンハイパーの方が良くねって気づいちゃった人おすすめです。そして最後に第1位はアッセントのゼニス。第3位で紹介した TNI よりちょこっとだけ軽い。だけど TNI の Amazon 価格よりも1万円も安くなってます。しかも若干ネックだったチューブラーもゼニスホイールならクリンチャーに対応、もしくはチューブレスレディに対応しています。この時点で TNI がかなり霞んでしまいました。そして僕みたいに爆音ラチェットに憧れがある人、こういう人はもはやゼニスホイール非常におすすめです。軽量ホイールモデルでありながら11万8000はコスパ圧勝と言っていいでしょう。はい。以上がコスパのいいカーボンディープリムホイールランキングでした。最後は皆さん自身で自分に合ったホイールを選んでみてください。本日の動画が少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。